はいどうも、オレゲです。オレグタゲで今回は、ローリングバーバリアンのコアとしての方をやっていきたいなと思います。ローリングバーバリアンね、呼び方がめちゃめちゃあるんですよね。ロリババ、タルババ、マルタババとかね、いろいろ呼び方があるんですけど、今回の動画で全てマルタババで統一させていただきます。俺が一番そう言ってるからなんだけどね、その点ご理解の方よろしくお願いします。そして、スペル枠としてのね、採用もね、めちゃめちゃ多くて、全体の使用率7位、呪文だけで言うならば、5に次いでの2位とね、めちゃめちゃ使われているね、人気のカードでございます。ローリングバーバリアン結構ね、面白い性能をしておりまして、扱い方さえ分かってしまえばね、超強いカードになるので、ぜひこの動画を見て、ローリングバーバリアンがね、できることを知って、周りでね、差をつけていってほしいなと思います。なお、今回もコメント欄の固定のところに時間割の方を記載しておきますので、ぜひご有効にお使いください。今日の動画少し短いですが、ぜひ最後までご視聴ください。それでは、どうぞ。はい、というわけでまずマルトバブのね、簡単な性能から紹介していくんですけど、こんな感じで転がって、敵をね、処理しながらバーバリアンが一手出てくるっていうね、結構面白い性能となってます。どういう風に使っていくのが多いかって言ったら、こういう前衛後衛が分かれている敵に対して、前衛ダメージ与えながら出てきたバーバリアンで後衛を処理していくと。そうすると防衛がめちゃめちゃ楽になります。はい、続いて後衛キャラの完封ですね。今からマスケとか完封していくんですけど、その左下に書いてあるやつは全部ね、これと同じタイミングでできますと。この橋に入った瞬間に出してあげると。こうすることによって、こんな感じでできるとね、感じになりますと。次が移動速度が速いかな。はい、ロケ砲とかですね。なんでもいいんですけど。今左下に出てるやつがその一覧ですね。タイミングに関しては橋から相手の陣地に2マス行ったところに影が入った瞬間、3マス目にそのユニットが入った瞬間ですね。も見てあげたらいいなって思います。さあ、次はとても速い吹き矢ゴブリンとかですね。これに関しては橋と相手のタワーの中間くらいに来たタイミングで出してあげれば大体できます。吹き矢ゴブリンはもう一回だけ流しますと。吹き矢ゴブリン出てくれて、今出てるラインに吹き矢ゴブリンが入ったら指を離すって感じですね。タイミングとしては慣れれば絶対にね、すぐできる技なので、ぜひ覚えていってください。はい、続いて、橋前丸太馬場で相手をコントロールですね。まずは橋前丸太馬場っていうのがね、どんだけの脅威なのかっていうのをね、先に教えます。橋前で転がすと、バーバリアンがたまに2発入れてくれるんですよね。レベル9統一で318ダメージ、レベル13統一で462ダメージ入れてくれるとね、結構でかいですよね。初手でちょっかい出してね、相手になんか誘発させるために出すのもいいんですけど、こういう使い方もあるよってことで、今回ね、ちょっと別のご紹介ですね。僕、逆サイドにちょっと振ってあげると、相手はそのダメージを許容するか、対応しなきゃいけないじゃないですか。その対応するのにエリクサを使ってしまうと、相手の攻めがおろそかになって、防衛しやすくなるというような感じになりますね。こういう使い方も一応あります。はい、続いて、マルタパパとコウモリの組み合わせですね。これでレベル9統一で1524ダメージ削れます。めちゃめちゃこれって実戦でもよく使われる技で、これ無視したらもちろんこんだけダメージ入るんだけど、じゃあこれを対応するために、必要なものといったらやっぱり地元とか範囲攻撃とかですよね。それをこうやって出してあげることによって相手に地元とかを使わせる。そして、バレルとかを通しやすくしていくみたいなね、技もね、これでできたりはします。はい、続いてベビドラを完封する方法なんですけど、ベビドラの位置は内側、外側ね、関係なくできます。今回この位置でやらせていただきます。で、マルタババの位置なんですけど、ババのね、このライン上でお願いします。タイミングについてはまた後で見ていくとして、こんな感じでやっていただくと結構ギリギリなんですけど、完封することができますと。で、タイミングについてなんですけど、もうベビドラの影が橋の手前くらいに来たタイミングで離していただければ、問題なくできますと。早すぎず遅すぎずのタイミングでやっていただければ、全然問題なくできるかなと思います。これもね、簡単な技なんで、ぜひ覚えてください。お願いします。はい、続いてバーバリアでターゲンですね。今これ、あえてスパーキー削ってるんですけど、このままだと、一発もしくは、一発も入んないって状態になってしまうので、こんな感じでバーバリアン出して、ザップ効果系になるやつを打ってあげると、こんな感じでターゲットが変更されて、延命できるという技ですね。はい。で、ここから中級者、上級者もいけるようになります。マルタババのね、ちょっとタイミングが難しかったり、応用してね、技を使っていきますので、一つでも覚えておいてください。それではどうぞ。はい。続いて、前衛ユニットの完封ですね。前衛ユニット、いうのとかですね、左下に書いてあるやつは、全部このタイミングでできますと。相手のユニットが橋に入る手前で出してあげると。そうやってあげれば、綺麗に抑えられることができます。はい。で、ナイトだけね、ちょっとね、ナイトとバリキリとか、そこにちょっと体力多いやつはちょっとね、やり方が変わっていきます。
もうナイト体力確保されたばっかりなんでね、まあそんなに難しいことはなくなったんですけど、まあナイトが自陣に入った瞬間に果たしてあげると、これもう一回見ていきましょう。ナイトが来ました。で、構えといてね。で、自陣に入った瞬間に離してあげると。まあ、そうすることによってナイトは完封することができますと。まあこれ以外のやり方もあるんですけどね、これを一番お勧めします。はい、続いてバルキリーバージョンですね。バルキリーが出てきて、で、バルキリーは結構タイミングで難しいんですよね。まあこれも矢印が出てると思うんですけど、この自陣に入って2マス目に足がかかったところで離してあげると。まあ、そうするとこの最長の距離をね、バルキリーが歩いてくれるっていう感じですね。こうやってやってあげるとギリギリですが完封できます。もう一回見ていきましょう。まあバーバリアンの位置この位置で覚えておいてください。で、これで2マス目に入ったら離してあげると。やってあげるとこんな感じでね、完封することができます。まあこのまま結構ギリギリの技なんで、まずアップとか打たれちゃうとね、一発入っちゃうんですけど、まあそこだけ警戒で。まあこっちの方が危ないならどっちかって言ったら、ミニペッカも結構ギリギリなんで、まあ、なんかザップとか打たれて、もしくは雪玉とか打たれて、一発入っちゃうなんてこともあるかもしれないんで、まあ、気をつけてくださいと。タイミングに関しては、バーバリアンとね、ミニペが重なったタイミングでお願いします。この後もう一回見ていきましょう。はい、ギリギリですね。はい、で、もう一回見ていくんですけど、重なったタイミングですね。この重なったタイミングで指を離していただくと、こんな感じで綺麗に完封することができます。はい、次がランバージャックですね。ランバーに関しても結構ね、タイミングが難しいことはないんですけど、まあミニペほどじゃないね。今矢印が出てるタイミングにランバーが来たら出してあげると。こんだけで簡単にできます。はい。やり方さえ知ってれば簡単にできます。ただ、知らないとちょっとね、ミスったりする恐れがあるけど、まあ、そこまで難しい技でもないので、これも覚えていきましょう。よいしょと。まずですね、これはギリギリじゃないね。はい、続いてロケット砲士のノーダメーキング起動ですね。めちゃめちゃこれも簡単なんですけど、一応2回出しておきます。まあ、ロケ砲がこのね、矢印の背のタイミングに入った瞬間に指を離してあげると。ローリングバブルの位置この位置ですね。出してあげると、こんな感じでノーダメーキング起動できますと。はい、まずロリババの位置とタイミング、両方とも覚えてください。めちゃめちゃね、覚えれば簡単な技なので、ぜひ覚えててくださいね。お願いします。はい、次行こう。はい、続いてビビドラのお散歩ですね。まあこれインドラもできるんですけど、今回代表してビビドラさんにお願いしたいと思います。タイミングめちゃめちゃ簡単なんで1回しか出しません。ビビドラの影が川に入っているタイミングであれば大丈夫です。まあ早すぎず遅すぎずのタイミングですね。で、この逆サイドの方向に出してあげれば簡単に釣ってあげることができます。はい、覚えましょう。はい、続いて不定位置バレルの完封方法ですね。まあどういうことかって言ったら、横とかでね、一マスずれているバレルを、このね、普通の位置のバレルで、丸太ババで、完封することができる技ですね。もう一回見ていきましょう。タイミングに関しては、このね、青の2つのマスに影がすっぽり入ったら、離してあげる感じでできますと。まあ慣れればね、すぐにできるかなと思います。で、できる位置なんですけど、この12マスですね、覚えておきましょう。はい、続いて相手の前衛と後衛を入れ替えるって技なんですけど、またどういうこっちゃってなってる方ね、多いと思うんで、まあ簡単にね、見ていきましょう。まず丸太バをこの位置に転がしてあげると、前衛のやつが内側に来るんで、まあ、この後衛のやつが自然とね、前に引き出されていくんですよね。まあ、今回、工場でやってるのすっげえわかるんですけど、まあ、この他にもね、ペッカエレキとかメガネテレキ、まあ、そういう形でも一応ね、できますね。はい、タイミングに関してはこのやつですね、ペッカが橋に入る前のところで出してあげればまあ大丈夫です。そんなに難しい技でもないのでね、覚えていきましょう。はい、続いてトリトンの妨害って書いてあるんですけど、まあどういうことかって言ったら、まあ丸太ババコのババを使ってトリトンにね、引っ張らせないようにするって技ですね。まあ今回代表例としてロイジェイを使わせていただきます。まあトリトンが来るだろうなって言ってこんな感じで出してあげると。もうこれ、丸太ババプラス雪玉でトリトン死なないのすっごいゆっくりですね。まだ角出しっていうか画面中央あたりに、まあなんか攻撃のマスケとか、そういうのを入れてあげれば、まあ簡単にね、処理することができます。まあぜひこの技ね、覚えていってください。結構ね、トリトン、これで邪魔できます。はい、続いてタゲを外させるって感じなんですけど、まあ、スケライが来るだろうなって予測して、まあ、こう、ナイトとかね、バルキリーのタゲをこうやって後ろに行かして外させるってだけの技ですね。まあ、マルタババのタイミングという価格がつかめればね、こういう技簡単にできると思うので、覚えておいて損はないと思います。特に言うことはないですね。はい、以上です。はい、続いて、ディガーとボールブレーカーの組み合わせを U の止まれたババで綺麗に押さえていきたいなと思います。完封はできないんですけどね。まだレベル9統一で144ダメージ、レベル13統一で210ダメージまで抑えることができるのでね、めちゃめちゃこれでかいですね。しかもこれもまるまる簡単からね、アド取られずに。で、タイミングと位置なんですけど、まあこれボールブレーカーあえてね、この後ろから出してるんですけど、
でウォーブレイカーが、端に入ったタイミングなんで、もう本当に出てきたら速攻で離すくらいの感じでいいですね。出してあげて、丸太ババは今これディガーがいる位置ですね。この位置に出してあげるとこんな感じでね、やってあげることができます。これめちゃめちゃ慣れればできる技なんでやってみてください。今回の丸太ババのコワード集はこちらで以上になります。いかがでしたでしょうか？よければ高評価、コメント、チャンネル登録の方もぜひぜひよろしくお願いします。そして概要欄の一番下に他のコワード集の動画のリンクも貼っておきますので、ぜひぜひそちらの方もご視聴していただければなと思います。どれも高評価率 90% 以上となっていまして、大変ね、好評なコワード集となっておりますので、見てみてはいかがでしょうか？ギガやトルトのコワード集、さらには上級者がね、よく使うコワード集まとめたものもありますので、ぜひ見てみていかがでしょうかね。はい。というわけで、今回こんなところで終わりにしたいなと思います。それじゃあ、お会いしましょう。お疲れ様です。